今回はエクシアの使い方をまとめてみました。本当に初歩なことは飛ばして話していきます。基本的な立ち回り、ダガーの投げ方、突進切り、コンボの使い分け、トランサムの順で説明していきます。今回話すことは結局はケースバイケースなものが多いですし、我流なものが多いので、そこはうまく応用してください。また概要欄に難しい用語は書いておいたので活用してください。それでは最初に基本的な立ち回りについて話していきます。まずエクシアはアビリティによる瞬間火力と瞬間スピードが高いことが強みです。しかしアビリティのクールタイムが長めで HP が低く、メイン武器であるダガーの火力もいまいちです。そのためアビリティを使って敵に攻撃していく。アビリティが使えるようになったらもう一度敵に攻撃していく。ヒットアンドアウェイのようなムーブが強いです。例えばこの山岳のクリップは分かりやすいと思います。まずは突進切りと回転切りを使って攻撃していく。その後もう一度アビリティが溜まるまでダガーを投げるか回復をしに行きます。そしてアビリティが溜まったらもう一度突進切りで攻撃していく。今回の場合は回復しに行ってます。またポイントキャプチャーやデストラクションでよくある硬いチョークポイントでは特に裏を取ることで敵を引きつけるのも強いです。もし相手が2人以上こちらに来てくれた場合は時間を稼ぐだけで正面が人数有利になり、こちらに来なかった場合は自分と味方で挟むことができます。ですが立ち回りで一番意識すべきことは無駄なデスをしないことです。特に防衛は自分がデスしてしまうとその時点で一度チーム全員が全滅すると思って動くのが良いと思います。エクシアは少しでも甘えると一瞬で中破してしまうので HP はしっかり回復してから戦うようにしましょう。まあ立ち回りはマップごとに全然違うので詳しい話はまた別の動画で話そうと思います。次にダガーの投げ方について。ダガーを投げるときに一番意識すべきことはヘッドラインです。エクシアのダガーは結構弾速が遅く当てるのは難しめです。そのため防衛側では特に出てきそうなところに投げておくくらいの感覚の方が当たりやすいと思います。ではダガーを投げる際のピークの種類を3つに分けて話していきます。ブーストステップのことをステップと呼んでいきます。1つ目は歩きながらのピーク、2つ目はハーフステップでのピーク、3つ目はジャンプピーク。1つ目の歩きながらのピークは相手からも当てられやすいですが、こちらのダガーも当てやすいので相手がこちらを見ていない時に使うのがいいです。また敵の機体の距離減衰がひどい、敵との距離が遠いのであればそこまで痛くないため歩きながらでもいいです。ただしターン A やディナメスのような距離減衰のない機体が相手にいるときは HP に注意しましょう。歩きながら出た後にハーフステップで引きブーストダッシュしながらピークするのもありです。例えば峡谷の初めのロングなどは距離が離れているため歩きながらで良いと思います。2つ目のハーフステップでのピークは特に防衛側の時に使うと良いと思います。被弾していると肝心な時に突進切りが打てないのであまり被弾せずに相手の情報を取る、相手の来るタイミングで突進切りを合わせるようにしましょう。また防衛以外でもピークするのを待たれている状態の時にピークしたいのであればハーフステップでのピークをすると当たりにくいです。あと基本的にはハーフステップでいいのですが使いすぎるとハーフステップの場所に置かれてしまうのでたまにステップも混ぜると相手目線当てにくくなると思います。3つ目のジャンプピークは頭1個出してピークできるような特定の場所で使うと強いです。有名なところで言うと対空砲の S 字の前の壁や採掘場の初めのチョークの赤箱などがあります。ジャンプピークは様々な場面で使えるので頭1個で覗けそうなところでは積極的に使っていきましょう。またこれはピーク全体に言えることなのですが一定の間隔でピークするのではなく一旦ピークしない時間を作りディレイをかけるようにすると一瞬で溶かされるなんてことが減るので意識してみるといいと思います。次にレベルについて。レベルも大まかに2種類に分けてみました。
1つ目は左右に小刻みに動く。2つ目はハーフステップブーストダッシュ。1つ目の左右に小刻みに動く方式は自分の球が当てやすいです。またブーストゲージを回復させられるのが強みです。2つ目のハーフステップブーストダッシュ。これはブーストダッシュをした時のかがむようなモーションを利用したものです。自分の画面では分かりにくいですが、相手目線は動きが大きめです。ヘッドラインもずれるため強いです。レレレはピークの時と違い、これらを分けて使うのではなく、この2つの方式を組み合わせ、左右に小刻みに動くハーフステップブーストダッシュという流れで使うのが強いです。相手目線、急にブーストステップで動くことで緩急がつくため速く動いているように見えます。ブーストゲージを回復させたいときは左右に小刻みに動く方式を使って回復させる感じです。コツはダガーを投げているときは左右に小刻みに動き、投げ終わった後の隙をステップブーストダッシュでカバーするようにすると使いやすいと思います。ですが毎回同じタイミングでステップしてしまうと相手に順応されてしまいます。そのためあえて左右に動く時間を減らし、ステップのタイミングを早めたり、ハーフステップのところを普通のステップにしてみたりと変化をつけることが大事です。また FPS の基本だとは思いますが、毎回レレでするのではなく、フリーで打てているときはできるだけ自身はデコカツに確実に当てましょう。次に突進切りについて、突進切りのチャージをしないで打つことをノンチャ、チャージ中半分くらいで打つことを半チャ、チャージを最大までしてから打つことをフルチャと呼んでいきます。まず突進切りは基本ノンチャかフルチャを使うようにしています。半チャは隙が大きい割にスタンも入らずダメージも微妙なので、相手をぴったり倒しきりたいとき、半チャ足す回転切りで倒しきれるときに使うといいです。またフルチャまでダメようと思ってたけど敵に逃げられそうという場合にも使います。ノンチャとフルチャの大まかな使い分けとしては、自分へのヘイトがどれくらい集まっているか、また周りにいる味方がカバーできるところにいるかによって変わってきます。自分へのヘイトは正直感覚的なものではありますが、フルチャをしようとしてもなかなかできなかったり、ドミネで裏に回ったりした時に毎回敵がいたりする時は、ノンチャ回転切りを1回打って帰るみたいな立ち回りにすると良いと思います。例えばこの考案のクリップは分かりやすいと思います。この場合はターン A に見られています。そのためノンチャ回転切りを使っています。また味方が自身のカバーをすることができる場合はフルチャでスタンを入れ、味方とフォーカスを合わせると強いです。サカビーやハイペリオンなどの盾機体は突進切りと回転切りで倒しきれないとノックバックでうまく逃げ切られることが多いので、ノンチャで倒しきれる場合以外はフルチャで良いと思います。突進切りのチャージをするときは相手の画面外、意識外でチャージをするようにすると刺さりやすいです。例えばエレベーターを上がりながらのチャージやジャンプ台で飛びながらのチャージ、壁を利用したり、とにかくどこでチャージしているのかが分かりにくく、チャージ中に撃たれないようにするといいです。またクイックステップなどを使い相手の真上を取ることで壁などの障害物が隠れにくい位置からチャージするのも有効です。突進切りをチャージしている途中で引きたいと思った時はキャンセルしてからステップなどで引くのではなく、突進切りを引きたい方向に打つようにするとチャージが無駄にならず隙も少ないです。フルチャを避けられることが多くなってきた場合は長めにチャージするようにするといいです。またギリギリまで狙う敵を見ずに他の場所や機体を見ることで相手を油断させることも効果的です。これはターン A やジムなどの突進切りへのカウンターアビリティを持っている機体にも刺さりやすいので積極的に使うといいです。ミスした時のリカバリーを考えておくことも大切です。例えば突進切りを外してしまった時の場合、ステップ回転切りを打つことで相手をノックバックで弾くことができます。ただしブーストゲージがない状態だと危険なので深追いするときは気をつけましょう。次にコンボについて、エクシアのコンボは大きく分けてダガーを挟まないもの、ダガー2枚入れ、
3枚入れの3種類あります。使い分け方は、突進切りを当てた時の自身と相手の HP 状況と、どれくらいカバーされそうか、相手が何の期待かによって変わってきます。まず、当たり前ですが、相手を倒しきれるならば、倒しきれるコンボを使いましょう。ですが、ガンエボは中和させた時に、オーバーしたダメージが消えてしまうので、ぴったり位に収まるようにするのが一番いいです。また、突進切りを当てた時の自身の HP が低かったり、相手にフォーカスされそうな感じがしたら、ダガーを挟まずに回転切りを打ってすぐ逃げましょう。そして、コンボ中の隙を少なくするためにも、移動しながらダガーを挟むようにするといいです。特に、相手の正面に突進切りのフルチャを当てた場合は、相手の側面か裏まで回るようにしないと、ダガーの3枚目を投げた時に一発カウンターを食らうので注意しましょう。ただ、1対1の時や、もう倒されてしまうことが確定している時は、相手の1人を潰しきるために動かずに挟んでもいいと思います。また、このコンボ中の移動を利用することで、回転切りでの弾く方向を変えることができます。高台にいる敵を下に下ろすために使ったり、味方のいる方に弾くことで、逃げられないようにまたは逃げ遅れさせることができます。前にクイックステップを打ち、相手の側面から裏に回ることで、ノンチャでも同じようなことができます。コンボ後にクイックステップで引くことが多いと思うのですが、コンボの最後の回転切りの時点で引きたい方向を向いておくことで、正確にクイックステップを打つことができます。ステップのミスが減りますし、バッククイックステップでは若干浮いてしまい、隙ができてしまうことが多いのですが、それもなくなります。これは、ロー選手の人ほど大事だと思うので、ぜひ活用してみてください。また、クイックステップを打たない場合でも、地面に接していない状態で引きたい方向に、回転切りを打つことで引くことができる場合があります。次に、トランサムについて。トランサム中の中止切り、GN サーベルのことを、サーベル、と呼んでいきます。まず、トランサムを打つタイミングですが、打ちたくなった時に打つくらいの気持ちでいいと思います。そもそもで溜まりやすいので、メタスのエネルギーケーブルと合わせたい時や、相手の月光町をウルトで止めたい時以外は取っておく必要はないです。大まかに言うと、自分がダメージをほとんどもらわずに、コンボでワンピック取れた時や、このままじゃやばいなと感じた時です。正直、エクシアは自分の得意なトランサム場所があると思うので、そこで使うのもありです。敵がもう全滅してる時は、さすがに打たない方がいいですが、遠くにいる分には、敵のところまで飛んでしまえばいいので、結構どうにかなります。突進切りを上に向けて打つ、上に飛んでからのトランサムは、相手の裏側にまで飛びたい時、また、味方とウルトを合わせる時に使います。この切り方をする時は、突進切り、ステップ、回転切り直後にトランサムが一番移動距離が長く、トランサム発動中の移動速度を上げられ、軌道も自由に変更できるため強いです。ですが、結構タイミングがシビアなため、慣れが必要かもしれません。1回目が回転切りなしパターンで、2回目が成功例です。トランサムを打った後は、突進切りを当てた後のサーベルの打つ向きを意識することが大切です。このサーベルの打つ向きを次に向かいたい方向に打つことで、クイックステップでの移動と同じようなことができます。ただ、サーベルの判定もめちゃくちゃ広いというわけではないので、先ほど紹介したように、突進切りを当てた後にうまく移動する必要があります。また、サーベルを地面に設置しながら水平に打つと、ブーストゲージが 1.5 くらい回復します。しかし、ブーストステップを使用した後だと、ステップ後回復遅延があるため、回復しませんので注意しましょう。次に、僕がよく使ってるムーブの一つを紹介します。屋外または屋根が高めの場所の場合に使えます。突進切り、ダガー、回転切り、地面に設置しながらのクイックステップ。トランサム、ブーストステップ連打、上に向けてサーベル、クイックステップ。フルチャ突進切り、3枚ダガー、サーベル。という流れです。このムーブをするときは、最速でフルチャ突進切りを打ってしまうと、ダガーを投げた後に、サーベルのクールタイム中になってしまうので、少し長めにチャージするよう意識する必要があります。
上サーベルで飛ぶことのメリットは、相手の頭上を取ることで、ほぼ確実に避けられない状態にでき、相手の画面外からチャージできることです。また、立体に動くことで、相手の弾よけにもなります。この後は状況によって変えてます。HP が低く厳しい状況の場合は、突進切りを打ち終わったタイミングで、一度ハロを取りに行きます。そして、余裕がある場合は、クイックステップで、敵の方にまで行って倒しに行く感じです。サーベルの後、クイックステップを打つのは、サーベル後の隙を少なくするために入れています。クイックステップだけではなく、ブーストステップでも隙をなくせるので、地上の場合はブーストステップでもいいです。屋内の場合は、途中の上サーベルのところで、真上に打たずに、斜め上に打ちます。もし、近くにローの敵がいたら直接打つのもありです。ただ、毎回サーベル指導でやる必要はなくて、相手と疑似的に1対1の状況にできている場合は、すぐに突進切りをチャージしたいので、上サーベルをせずに、斜め上へステップしてから、チャージという流れがいいかなと思います。例として、この山岳のクリップを見てみましょう。先ほど紹介した、突進切り、ダガー、回転切り、地面に設置しながらのクイックステップ。トランサム、ブーストステップ連打、上に向けてサーベル、クイックステップ。フルチャ突進切り、3枚ダガー、サーベル。という流れになっていることがわかると思います。一応、2分の1倍速にしてみてみましょう。まずは突進切り、ダガー、回転切り。コンボの終わりに、地面に設置しながらのクイックステップ、ブーストステップ。上サーベル、クイックステップ。突進切り、ダガー3枚、サーベル。まあこんな感じです。雰囲気は伝わったんじゃないかなと思います。トランサムは特に、アビリティ回しをある程度固定することで、安定させることができます。一つ例で挙げると、汎用型のアビリティ回しは、突進切り、ダガー、回転切り、地面に設置しながらのクイックステップ、トランサム、ステップ連打、サーベル、クイックステップ、フルチャ突進切り、ダガー3、サーベル、ステップ、ダガー3、クイックステップ、ダガー3、サーベル、ステップ、ダガー3、クイックステップ、フルチャ突進切り、ダガー3、サーベル、ステップ、ダガー3から6、クイックステップ、サーベル、トランサム終了、突進切り、回転切り、という流れです。これも2分の1倍速で見ていきましょう。まずは突進切り、ダガー、回転切り、クイックステップ、ステップ連打、サーベル、クイックステップ、突進切り、ダガー3、サーベル、ステップ、ダガー3、クイックステップ、ダガー3、サーベル、ステップ、ダガー3、クイックステップ、突進切り、ダガー3、サーベル、ステップ、ダガー3から6、クイックステップ、サーベル。こんな感じです。切れた後に、突進切りと回転切りは基本残るので、逃げやすいと思います。まとめ。レスしないように、ヒットアンドアウェイで攻撃を仕掛ける。チョークポイントなどでは、裏を取ってかく乱。ヘッドラインを意識する。防衛や置かれている時はハーフステップピーク。それ以外は歩きながらで良い。ジャンプピークできるところでは積極的に使う。ピークにディレイをかける。レベレをするときは左右に小刻みに動く。ハーフステップ、ブーストダッシュをうまく使う。フリーの時はレレレしない。反射はあまり使わない。基本はノンチャ使って味方がカバーしてくれそうならフルチャでスタン入れる。また、打撃体にはできるだけフルチャを使う。チャージするときは相手の画面外、意識外からする。チャージ中で引きたくなったらそのまま引きたい方向に打つ。コンボはぴったり倒しきれるのを使う。コンボ中も移動して弾く方向を調整する。コンボ終わりの回転切りの時点で引く方を向いておく。トランサムだと、トランサムはダメ解かないでたくさん打つ。相手の裏まで飛ぶときは突進切り、ステップ、回転切り直後にトランサム。突進切りを当てた後のサーベルの打つ方向を意識する。上サーベルなどを使い立体的に動く。アビリティ回しをある程度固定する。なんだか詰め込みすぎた気もしますが、わからなくなったら見返すという形でお願いします。これでもかなり削ってしまったので、また
別の動画で話していこうと思います。最後に、ここまで長々と話していきましたが、ケースバイケースですし、ただ、僕の思うエクシアの使い方をまとめただけなので、参考程度にしてくれるといいかなと思います。特に、エクシアは個性が出やすい機体で、どれが正解なのか僕もわからない状態なので、今回紹介したものでも、これは弱いんじゃねと思ったら使わなければいいし、強いと思ったら使ってみてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価していただけると嬉しくなって投稿ペース上がるのでよろしくお願いします。